こんばんは。今回は不思議な数学の話です。このルート2がたくさん並んだ数ですが、このずらずら並んだルートにはすべてそれぞれが指数になっていて、これが限りなく続きます。それでこの部分すべてが、このルート2の、指数になっています。例えばここだけ読むと、ルート2のルート2乗と読めます。例えばここを読むと、またルート2のルート2乗と読めます。以下同様に続きます。それで、ある本で、この値の結果が、どうなるかというのが話題になっていたんですが、私はですね、これは普通にどんどん大きくなって無限になるんじゃないのと思ったんですが、これからですね、これを実際に電卓や Excel で、できるところまで計算してみます。まずこいつを計算する前に、この数、どうやって読むのかわかるでしょうか。例えばこいつ、こいつはさっきも出てきましたが、これはルート2の、ルート2乗と読みます。これは簡単です。次はこれ、ルート2のルート2の、ルート2乗乗と読みます。次はこれ、これはルート2のルート2のルート2のルート2乗乗乗と読みます。かなり読みづらいです。次は、このルート2がさらにどんどん続くと、これはどうやって読むでしょうか。これは読めません。と言いますか、どうやって読むのかわかりません。もしかしたら読み方があるのかもしれませんが、私はわかりません。それでは戻って、はい、それではですね、これからこいつを電卓とか Excel を使って、計算してみます。最初はこれ。ルート2のルート2乗だから、人よ人よに人見頃のルート2乗。ここも人よ人よに人見頃になって、これを計算すると、こうなります。次に、こいつの、ルート2乗を計算すると、2になります。はい、次は、この2の、ルート2乗を計算すると、こうなります。そして次は、こいつの、ルート2乗を計算すると、こうなります。4ですね。4になります。ですね、これを12回繰り返すと、このように42億9496万というものすごく大きい数になります。やっぱりどんどん大きくなって無限だと思いがちですが、実はですね、これよくある間違いです。これを、式にしてみるとよくわかります。式にするとこうなって、さらに何度もこの計算を続けると、こんな感じに書けると思います。つまり、この式と、こいつは全然違います。この式は、こっちの式とは違って読むのは簡単で、読むと、ルート2のルート2乗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 、点々点と、簡単に読めます。それでは次は正しく計算してみます。まずルート2が、これは人よ人よに人見頃、こうですね。次に、ルート2のルート2乗は、ルート2の、この上の値のを指数に持ってきて、これの結果が、こうなります。次。次はこのルート2のルート2のルート2乗乗は、またこれルート2の、この指数がこいつを持ってきて、これの結果が、こうなります。はい、次が、指数、ルート2の指数がこの3つ並んだ形が、これはですね、またルート2のこの指数がこの前の値こいつを持ってきてこうなって、これの値が、こうなります。こんな調子でさらにこの計算の続きを Excel でどんどんやってみます。するとこうなります。はい。ルート2の型に、ルート2が50個並んだ、要するに指数が50個並ぶと、このように 1.9999 となります。なんとなくですね、これ、徐々にですね、こう見てみると、2に近づいているというのがわかります。次はですね、これをグラフで見てみます。はい、グラフです。横軸が、ルート2の型に乗るルート2の個数です。要するに指数の数ですね。そして縦が、こいつの値になります。
まず最初に、ルート2の肩に乗るルート2がない場合、つまりルート2は、ここになります。人よ人よに人見頃だいたいここですね。次にルート2のルート2乗。こいつはここになります。次がルート2の、ルート2のルート2乗乗。こいつはここになります。はい、次がこの3つ並んだ形がここになります。続けるとこうなります。はい。これが、30個まで計算した結果ですが、どうやらですね、このようにどんどん2に近づいているようです。最初はですね、どんどん大きくなって無限になると思ったのですが、間違っていました。Excel ではこんな結果が出ましたが、次はこれを数学で求めてみます。そこで最初の式に戻って、これを X とします。ここでちょっとこの式を眺めると、この部分も X だということがわかります。つまり、こう書けます。両辺を2乗してこうなります。この答えは適当に数を当てはめてみるとすぐ答えが分かって、2と4ということがわかります。試しに2を代入してみると、はい、確かに正しいです。次は、4を代入してみると、はい、これも正しいです。数式で解くとなると、こんな感じだと思います。参考にしてください。さて、とりあえず答えが2つ出てきましたが、さらにもっと答えがあるのか、ちょっと気になります。そこで、この方程式の解は、この2つのグラフ、こいつと、こいつ、この2つのグラフの交点なので、このグラフを書いてみると、まずこいつが y イコール x 乗乗で、はい、これが y イコール2の x 乗になります。つまり交点は、この2と4の他に、このマイナスの値があります。このマイナスの値ですが、求めるのはちょっと簡単ではないので、これはいつか機会があったらやり方を紹介します。ここでは結果だけを出します。結果は、このようになります。つまり、こいつを計算すると、計算機だと2になって、数式だと2と4と、このようにマイナスの値が出てきます。計算機というか、Excel ですが、これで実際に計算すると2になりそうなんですが、明らかにですね、この4とマイナスの値は、絶対出てきません。これは一体なぜなのか。結局ですね、これはよくわからないんですが、あえて説明すると、この結果はですね、この式をこのような形に変形して求めたものですが、逆にこっちの式はこのようにならないということです。さらにこの式はこんな風にも書けますし、こんな風にも書けてしまいます。結局ですね、よくわからないのと、また今回はテーマが違いますので、この件は軽く触れて、4とマイナスの値は無視して次に行きます。ということで、これは2になったわけですが、もしかしてこのルート3の場合は3になるかもと思うのが人情です。そこで、また Excel で実際に計算してみます。まずルート3は、これは皆さんもご存知の人並みに汚れ屋になって、ルート3のルート3乗は、これを Excel で計算すると、こうなります。続けて結果を書くとこうなります。はい、ということで、ルート3がこの5つ並ぶと51桁のとんでもない数になってしまい、残念ながら3ではなくてどんどん大きくなって無限、つまり発散します。はい、これは3にはならず、無限になります。まとめると、1.41 くらいで2になって、1.73 だと、無限になります。つまりこの 1.41 から 1.73 の間に、このように収束する範囲と無限になる範囲の、境界があることになります。これからこれはどこかを探索してみます。まずは式を、小数に書き直して、こうなります。それではこの 1.41 と 1.73 の間の数、1.5 と 1.6 を計算してみます。まず 1.5 はこの12個並ぶと、
この15桁の巨大な数になってしまいます。つまりこれは無限になります。ちなみにこの 1.6、これは、7個並ぶと、70桁の巨大な数になります。もちろんこれは無限になります。次はですね、この 1.41 からこの 1.5 の間をもっと細かく調べてみます。はい、それぞれ100個並べた数を Excel で計算してみると、こうなります。1.45 でとんでもない巨大な数になります。これはですね、ここ、42個並べると225万という大きい数になって、さらに1個足した43個になると、とんでもない巨大な数になります。一方ですね、この 1.44 ですが、これは、ここですね、100個じゃなくて1000個にしてみると、こんな感じになってそんなに大きい数にはなりません。というわけで、この辺に、境界がありそうです。次はこれを Excel で作ったグラフで見てみます。横軸が X で縦軸が、こいつの値です。まずはこのように1から、1.6 の間にこのように点をたくさん並べます。特にこの 1.4 から 1.5 は多めに点を並べます。この赤点はルート2の点です。はい、それでは、これからそれぞれの点で、こいつの値を計算して点を打ち直していきます。まず最初は、ここがない x は、こうなります。当然ですね、この1は1。この 1.2 は、ここ 1.2 になっているはずです。ここ 1.5 は、ここが 1.5 になっています。次に x の x 乗は、こうなります。次は x の x 乗は、こうなります。次は、さらにここに x を追加すると、こうなります。どんどん続けると、こうなります。はい。x の型に50個並んだ状態がこうなります。この数が35あたりからほとんど変わらなくなります。当然、ルート2のこの赤点は2になっています。ここがですね、1.44 の点なんですが、ここから先はですね、巨大な数になって、グラフからはみ出てしまっています。やはりですね、この辺に、境界がありそうです。次は数学ソフトのマキシマでグラフを書いてみるとどうなるかを見てみます。まずは、x イコール0はこうです。ちょっと見にくいですが、ここです。この点滅しているところですね。次は y イコール x は、こうなります。次は y イコール x の x 次乗。こうなります。x をさらに増やすと、こうなります。以下ですね、どんどん続けるとこうなります。はい、これが x が50個並んだところです。ここの x が30個くらい並んだところで、1.44 くらいから、大きいところはソフトが書いてくれません。やはりこの辺に境界がありそうです。ここまでをまとめると、こいつが収束する値と、発散する値の境界は、だいたい 1.44 から 1.45 の間にありそうです。これが一体どこになるのか、これから求めるのですが、さすがに Excel ではここまでが限界ですので、また数式に戻ります。はい、数式に戻って、これをこのように、y と x の式にします。この式だと点も足も出ませんので、ルート2の時と同じことをします。つまり、この部分は全体の y と同じですので、ここを y として、このような式に変形します。次に、この式のグラフを数学ソフトのマキシマで書いてみます。すると、こんなグラフになります。このグラフを見て、今探している収束するところと無限になるところの境界は、ちょうどこの x が最も大きくなるこの辺だということは、容易に想像できると思いますが、おそらくそうでしょう。試しに、この x が100個並んだグラフをまた数学ソフトで書いてみて、このグラフに重ねますと、当然かもしれませんが、このようにほぼ重なります。またさらにですね、このグラフ、ちょうどこの辺で書かれていません。x が最大となるこの辺の点は、
この辺に垂直な線を描いて、寄せたこの接点ですが、はい、ちょうどここの点になります。この点よりも、左側は収束して、右側は、発散して無限になります。この点は、この式の x を y で微分して求められます。計算過程はこうなります。参考にどうぞ。数学ソフトのマキシマでも求められると思ったんですが、なぜか指数関数は、うまく求めてくれないので手で計算しました。先に行きます。というわけで、ここは、e の e 分の1乗という綺麗な値になりました。これを計算すると、このようになります。1.44466 点々点となります。そして、その時のこの y の値は、e となります。これはご存知のように、2.71 点々点このようになります。ということで、こいつの1以上のグラフはこうなります。そして e の、こいつ、e 分の1以上よりも大きい、この値は、無限になります。もちろんですね、この式の x にこいつを代入すると、こうなるんですが、これは e となるはずです。特に証明とかありませんので、絶対にそうかと言われるとですね、困るんですが、これは予想程度と思ってください。次は0から1の間はどうなるかを考えます。これがまた非常におかしなグラフになります。はい、それでは0から1までのグラフを、まずは Excel の計算結果から見てみます。まず最初は、このように、0から1までの間に細かい間隔で点を打ちます。特にこの0から 0.1 まではさらに細かく点を打ちます。このそれぞれの点 X について、X 軸は、また X となる点に打ち直します。すると、はい、こうなります。当然ですね、0.2 は 0.2、0.4 は 0.4、例えば 0.9 はここ 0.9 になっているはずです。次は X の X 乗は、こうなります。次は X の X 乗上は、こうなります。次はまた X を一つ増やすと、こうなります。また X を増やすと、こうなります。なんとですね、X の数が一つ増えるたびに、特にこの0付近でグラフが全然違う形に変わります。さらに続けてみるとこうなります。はい、これで X が50個並びました。後でちょいと説明しますが、X の肩に乗る X の数が偶数の場合は、この X を0に近づけると0に向かって、このように奇数だと1に向かいます。次に数学ソフトのマキシマでグラフを書いた結果を見てみます。最初は y イコール0。ちょっと見にくいですが、ここです。次は y イコール x はこのようになります。次にですね、どんどん x をここに増やしていきます。y イコール x の x 乗はこうなります。次はこうなります。こうなります。はい、続けます。はい、50個並びました。x が偶数個だとこのように0に向かい、x を1個増やして51個だと、このようにこの 0.1 付近から突然この上がって1に向かいます。100個だとこうなって、もちろん101個だとこのようにまたこの 0.1 付近から突然1に向かい出します。なんでこうなるのか、ここでざっくりですが、簡単な補足説明をします。x が奇数個の場合、例えば x の x 乗の時は、x に0を代入して、こうなって、こうなって、結局これは1になります。例えば x の指数がこの2つの場合は、ここに x を代入して、ここが0で、ここ1になります。結局こいつはですね、0になります。次に x の指数が3つの場合は、ここに x を代入して、ここ1になります。そしてここはですね、0ですから、ここ0になって、結局これは1になります。
さらにですね、これ X の指数4つの場合は、ここに X を代入して、ここが1になって、それでここ0ですから、ここ0になって、ここは1になります。結局ですね、これは0になります。ということで、X が1つ増えるごとにこんな感じでグラフが大きく変わります。ところで気になるのが、このちょうど変わり目になる分岐点。はい、この辺ですが、X がこの100個と101個の曲線を同時に表示させると、こんな風になるんですが、この時の分岐点は、ここですが、この X が無限に並んだ時のこの青の点がどこになるのか、非常に気になるところです。次はこの点を求めてみます。はい、数式に戻って、これをこのように、y と x の式にします。この式だと、手も足も出ませんので、前回と同じようなことをしてみます。前回は、この部分が全体の y と同じですので、ここを y としましたが、今回は x の数を一つ増やして、この部分を y としてみます。すると、こんな感じに変形できます。次にこの式のグラフを数学ソフトのマキシマで書いてみます。すると、こんなグラフになります。いかにも怪しい点がここです。まあですね、おそらくここが0と1に向かう分岐点でしょうということにして、この点を求めるのですが、この点を求めるのはちょいと手数が長くて結構大変でした。実は私もあれこれガチャガチャとやって、ほぼ1日かかりました。一応やり方を参考として紹介しますので、興味のある方は見てください。ランベルトのW 関数というのを使うと解けます。数学ソフトのマキシマが解いてくれると思っていたのですが、指数関数はうまく解いてくれないみたいです。先に行きます。ということで、こいつの X 座標は、e 分の1の e 乗となります。これを計算すると 0.0659、だいたいですね、0.07 ぐらいになります。この y 座標は e 分の1となり、これを計算すると 0.3678 となります。それでは今までの結果をまとめてこの式のグラフを書いてみます。まずこの式は、ここ11を通りますので、ここから開始します。はい、ルート2と2を通ります。そして、はい、ここ、e の e 分の1乗、計算するとだいたい 1.44 くらいの点まではグラフをかけますが、この点を超えると、無限に大きくなってグラフはかけません。ちなみにこの点の y 座標は e となります。ご存知かもしれませんが、小数にすると 2.7182 と続く無理数です。次は1から0の間のグラフを書いてみます。スタートします。はい、この点、x 座標が e 分の1の e 乗、y 座標が e 分の1、それぞれ計算すると、このような点、ここの点からこのように、1に向かう曲線と0に向かう曲線の2種類に分かれます。実際は x の数が1個増えるごとに0に向かったり、1に向かったりするんですが、x が無限個ある場合はどうやって書いていいのか分かりませんので、2つ同時に書きました。具体的な曲線の式ですが、この点滅している箇所は、y イコール x の y 乗になります。もちろんですね、これでもいいです。そして、この部分ですが、はい、ここは、この式になります。これで数学の話は終わりになりますが、私はこの曲線を見て即座にあるものを2つ思い出しました。そのうちの1つはこれです。からくり侍拙者1。この金栗侍拙者1を知っている人は、かなり稀だと思いますので、ちょっと解説します。からくり侍拙者1は、2011年にテレビ静岡で放映されたコメディドラマで、この番組の主人公がこの人、静岡ご当地ヒーローの拙者1です。静岡県の人は知ってるかもしれません。
私は静岡じゃないのですが、身内が出演していたので知っていました。それで、私がピンときたのはこの拙者1じゃなくて、こいつです。このヘンテコなのは、拙者1の敵で、地球侵略を目論むスプラッシュ星人です。このように、曲線を重ねるとぴったり合います。他の写真を見てみます。はい、曲線を重ねると、はい、ぴったりです。次の写真は、はい、これ。曲線を合わせると、はい、ぴったりです。次の写真は、はい、拡大して、はい、曲線を重ねると、はい、やっぱりぴったりです。さらに、これが拙者1ですね。私はですね、このように、足を曲げている写真を意図的に選んでいるわけではありません。曲線を重ねると、はい、ぴったりです。もう一つピンときたのがあるんですが、それはこれです。ケムンパスです。これを知っている人は昭和生まれじゃないかと思いますが、ケムンパスは天才バカボンで有名な赤塚不二夫のキャラクターです。ケムンパスに曲線を重ねてみると、なんとぴったりです。ということで、この曲線の命名をしたいと思います。その名は、スプラッシュ曲線。これはスプラッシュ星人から来ています。または、ケムンパス曲線とします。はい、これで今夜は終わりです。おやすみなさい。